皆さんこんばんは、スパークです。このセミナーではね、頑張ってるのに現実が変わらない理由とか、努力してるのに結果が出ない理由とか、人生が動く仕組みとか、このね、3つを話してまいります。今日の話はテクニックではなくて、人生の仕組みの話です。はい、では進めてまいりたいと思います。今日のテーマ、成果と努力量は無関係っていうことを話してまいります。さあ、聞かせてください。きっとね、私のところに集まってくださる方っていうのは、皆さんすでにね、もう頑張ってきてるんじゃないかなと思います。もうすでに頑張ってんじゃないのかなってね、すごく思うんですよね。そうだよね。うまくいっているかわからないけど頑張ってます。いや、ほんとそうだよね。ほんとね、もうすでにみんな十分頑張ってるよってね、私もね、思います。みんなよく頑張ってるよって、思いますね。で、それでも、なんでまだここなのとか、なんでこの程度、そんなことね、思ったことありませんでしょうか？めっちゃ頑張ってるのに自分みたいなね。でもなんでこの程度なんだろうってね、思うことありますよね。でね、最初に伝えたいことです。ここでまず一番最初に伝えたいことは、変わらない人っていうのは努力が足りないわけではないんですね。変わらない人は、努力が足りないわけではないんですね。多くの場合、努力の方向性がずれているんですね。多くの場合、努力の方向性がずれてるんですよ。じゃあ、なぜずれるのって話ですよね。なんでずれちゃうのって思うじゃないですか。それはですね、人生の構造を知らないからって私は思うんですね。人生の構造を知らないから、十分頑張ってるのになんでまだこの程度なのみたいなことにね、なっちゃうなって私は思っています。考えております。そして、キーワードは順番と一貫性です。今日の話を聞いてね、自分のどこがずれているんだろう、そう思った人もいると思います。セミナーの最後に現在地を整理する個別相談の案内も出します。なので今日は自分はどこがずれているのかな、これをね、考えながら聞いてみてほしいなと思います。さあ、今日はね、まず一番最初にこの、三角形、この三角形の説明から始めていきたいと思います。さあ、皆さん、この、三角形の図って見たことありますか？一番下が心と体の健康、セロトニン的幸福。真ん中がつながり合い、オキシトシン的幸福。誰かとのつながりっていうことですね。そして一番上が成功、お金で、ドーパミン的幸福。このホルモンの幸福の三角形って見たことありますか？私はね、すごくこの図が好きで、セミナーで確か出したことはないかなと思って出してきたんだけども、割とね、有名な三角形じゃないかなと思います。今日はまず一番最初にこの三角形を使っていきたいと思います。さあ、持続可能な成功って一体何ぞやっていうと、持続可能な成功って、セロトニン、オキシトシン、ドーパミン、この順番で積み上がるんですね。つまり、下から安心、愛、成功。この順番で積み上がった、成功っていうのは持続可能なんですよ。この下から積み上がったものに関しては持続可能なんですね。下から積み上がったものっていうことが重要なんですね。でもですよ、多くの人は成功を取りに行って、そしたら愛と安心が手に入るんじゃないかなっていう錯覚を起こしてるんですね。成功、ドーパミンを取りに行って、オキシトシンとセロトニンがついてくるってね、そんなね、間違えた、思い違いをしてる人がすごく多いんじゃないかなと思います。でも、下から積み上げて、しっかりこう土台のある三角形になっていくホルモンバランスなので、心の栄養、つまりセロトニン、一人でいても幸せになれるホルモン、誰かとつながることで出てくるオキシトシンというホルモン、この心の栄養、下から積み上がるはずの心の栄養がないから、成功にもたどり着かないか、逆から取りに行って、掴んでも疲れてやめてしまう。これがね、本当に多くの人に、起こっている間違いじゃないかなと思います。だから、なんかね、こう、すごくドーパミンを使って、よし、やるぞみたいな感じで、取りに行ったとします。例えば、成功ビジネス、企業みたいな文脈で話すと、すごく男性的なホルモンを出すのが得意な人って、やっぱり一時的な爆発的な行動量とかって上手かもしれないんですけれども、でも成功ってやっぱり続けるっていうことが大事だと思うので、一回売れてももう売れなくなってしまうとかね、そういう女性っていうのも、たくさんね、私はいるんじゃないかなと思います。だから疲れるし、続かないし、不安定だし、成功してもお金があっても満たされないっていうところですね。
さあ、ではこちらね、次、人生の輪っていうツールでお伝えしていきたいと思います。皆さんね、人生の輪見たことありますか？こちらはね、見たことある人多いんじゃないかなと思いますけども、皆さん見たことありますか？いかがですか？そう、人生の輪もし知らない方、知らない人のためにちょっとお伝えしていくと、こう人生を8つの領域に分割して、まんべんなくね、こう点数を上げていきましょうみたいなね、コーチングでよく使われる、現在地把握と目標設定のためのツールなんですよね。で、その8つの領域っていうのは何が入ってるかっていうと、仕事、キャリア、お金、経済、健康、家族、パートナー、人間関係、学び、自己啓発、遊びよか、物理的環境っていうことで、人生をね、8つの領域に分けて、自己採点するツールがあるんですね。で、成功ってね、実はすごく男女差があるんですよね。じゃあ、成功の男女差って何ぞやっていうと、男性ってね、この8つの領域の、成功とか、出世とか、そういったキャリア、仕事っていうところとか、社会的名誉だけに走ることができるんですよ。けど、女性って全方位で満たされないと、もやもやする生き物なんですね。だから例えば、男性は仕事だけに走れたりとかするんだけども、女性はそれで家族、パートナーシップも円満がいいし、お金も欲しいし、でもファッションとか美容も楽しみたいとか、余暇っていうところで言うと、旅行も行きたいし、お友達のとのアフタヌーンティーも楽しみたいみたいな感じで、男性が一箇所だけに偏れるのに対して、女性っていうのは全方位満たされないと、もやもやする生き物なんですね。それが成功っていうものを目指すにおいても男女差があるっていうことなんです。だから、男性の教えた成功の、メンターとかコーチ、コンサルっていうところで、男性の教えたメソッドを女性がそのまま使えないってことはね、よくあるんですよね。これが成功の男女差なんです。成功の男女差。なので、すべてのジャンルで女性は満たされたいと思うから、もう一度ここの図で言うと、例えば仕事キャリアが1だとすると、男性はここが満点で、他0点でも大丈夫なんですよ。ここだけ飛び抜けて、他0点でも男性は大丈夫なんですけど、女性は平均点を高くしたい生き物なので、成功の仕方っていうのは、女性と男性でも、すごくね、性の差っていうのは私はすごくあるんじゃないかなと、個人的には思っています。だから女性っていうのはドーパミン依存の成功っていうのはね、持続が難しいんですよね。男性は割と家庭の子供がなんか泣いていようが、なんか不登校だろうが、仕事に振り切れたりとかするんですけども、女性っていうのは家族が円満な上で、その上じゃないと成功に目を向け続けるってすっごく難しいんですよね。皆さんそうじゃないですか。きっとこのセミナー見てくださってる方とか、私のフォロワーさんとかっていうのは、私自身もね、すごく家族との関係性が良かったり、家族で海外移住したりとかしているので、家族の状態が良くない上で仕事に突っ走ることって私はできないんですね。でもこれは男性はできたりとかするんですよ。なので、一番最初の三角形でお伝えしたように、自分一人でも幸せになれる、セロトニン。で、その上がオキシトシン、家族とのつながりっていうように、特に女性は土台から、積み上げていって、全方位豊かになる方法、思考っていうものを持たないとなかなか成功、成功っていうと、例えば、ビジネスにおいての成功なのか、経済的な成功なのか、いろんな成功はあると思うんですけれども、女性の成功ってまた男性とは違うんじゃないかなって私はすごく思います。もう一つ、多くの人がね、間違えてる構造が、私はね、あると思ってるんです。もう一つ、多くの人が間違えてるなと思う構造があります。さあ、皆さん、ここまでね、ついてこれてますでしょうか？一つの三角形と人生の輪っていうもので、積み上げるっていうことが大事なんだよ。順番が大事なんだよ。女性って全方位幸せで豊かであるっていうことが大事なんだよってことは、ここまで伝わってますでしょうか？ではね、ここからは、事前に見ていただいたセミナーの方で、特に取り扱っていた Be Do Have っていうものについて触れていきたいと思います。自己需要できていない状態で大量行動するパターン。すごく頑張るのが上手って人って、つまり行動するのが上手だと思うんですけれども、行動するのが上手な人の、パターンの中でよくあるのが、この一番下の B、自己需要、あり方っていうところが小さいにもかかわらず、行動はめちゃくちゃできちゃうから、その分成果も出てくるんだけれども、三角形にするとこのような状態になっている、マインドの状態の人ってね、実はすごく多いなと思ってます。このような、三角形になる状態の人って頑張り屋さんで、俗に言う死後出来って言われたりとか、周りからすごく褒められたりとかするとか、評価が高いとか。
なんかそのように、行動がめちゃくちゃできて、その分成果も出てくるから、周りからすごく称賛されるんだけど、でもなんか、いつもこの B が少ないから心もとないみたいなね、女性ってね、私の周りにはすごく多いなと思うんです。行動ができるんだけれども、心もとない感じですね。それって、この Be Do Have の三角形に表すと、このような三角形で、表現できるなと思います。例えばなんですけれども、じゃあお金が欲しいって思うとしますね。で、お金が欲しいって思うと、頑張るのが上手な人って、頑張るぞ、大量行動するぞ、企業の文脈だったら、いっぱい発信するぞ、いっぱい人に会うぞ、いっぱい DM 送るぞ、なのか、例えば会社の営業マンだったら、いっぱいテレアポするぞとか、いっぱいメルシックブラウザぞ、いっぱい交流会行くぞ、みたいな感じで、頑張る大量行動をするっていうのが、上手だったとします。で、そしたらその人っていうのは、成功できれば成功して自信を持つっていうことになりますよね。お金が欲しいから、頑張る、大量行動する。成功できたとすれば、成功して自信を持つっていう、紐付けになりますよね。でもですよ、成功してつけた自信って、成功者じゃなくなったら、どうなると思いますか？ちょっと想像できますよね。こんな状態になるんですよね。すんごい土台が弱いから、上に乗ってるものがグラングランするみたいな感じなんだと思うんですよね。そう、ガラガラと崩れ落ちてしまうんですよね。私はこれをハブ依存と呼びます。ハブ依存。要は成果物ですね。成果物に対しての依存ですね。ありのままの自分で素晴らしいと思えていない自分で得た成果物を、この世ハブ依存の状態で言うと、失うのが怖い。失ったら自分から人が去ってしまう。失ったら自分には何も残らない。と、無意識で思っているから、成果物に執着して、本人はとにかくしんどい。もしかしたら、このセミナーをご覧の人の中でも、このような状態になったことがある人ってすごくいるんじゃないですか。頑張るの上手、会社で成果を出すのも上手、企業で成果を出すのも上手、大量行動ならお得意、もうとにかく DM だよね、できるできるってやるんだけども、それでなんとか得たもんだから、それを失ったら私には何もないから、止まれないラットレースみたいになる感じですね。だって、これを失ったら私怖い。何も残らない。人もお金も全部なくなってしまうと思うから、止まることができないラットレースの中にいるような状態。だからこの状態ってめちゃくちゃしんどいんですよね。私もこれやったことあるんでわかります。めちゃくちゃこれしんどいんですよ。成果出すの上手。けど、同時に失うのが怖い。これ、ハブ依存って言います。または、お金があるはずなのに、お金がなくなるのが怖いとか、減るのが怖くて使えないとか、いつもお金の不安がある。そんな人も、このハブ依存の状態です。お金がないんじゃなくって、お金がないと思ってる。使ったら減ってしまう。そうやって残高をいつも気にしちゃってる人っていうのも、現在持ってる資産高に関係なく、ハブ依存なんですよ。だから資産とか預貯金っていうものの多い少ない関係なしに、預貯金が多ければ幸せではないっていうのは、このハブ依存の人種がいるからなんですね。お金がなくなるのが怖い。減るのが怖くて使えない。いつもお金の不安がある。これは、ハブ依存の人たちです。一旦まとめていきたいと思います。ハブ依存の人っていうのは、名誉や役職含め、失うのが怖い。失ったら自分から人が去ってしまう。例えばこのコミュニティ辞めたら、なんか繋がってもらえないんじゃないかとか、会社を辞めたらもうなんか一緒に飲みに行けないんじゃないかとか。そして失ったら自分には何も残らない。お金についてはお金がなくなるのが怖い。お金が減るのが怖くて使えない。いつもお金の不安がある。その場から離れたら人と繋がれなくなる不安。役に立ってないと人が離れる不安がある人っていうのは、全員ハブ依存です。成果物に対して依存している状態、執着している状態ですね。この人たちっていうのは全員この土台である B が弱い状態です。理想は皆さん、言わずもがな伝わってるんじゃないかなと思うんですけれども、綺麗な三角形です。綺麗な三角形が理想です。かつ大きい状態です。さあ、なんかね、もう私結構 B 大丈夫じゃないかな、Do に行こうみたいなね、事前のね、セミナーを見て、そんな風に感想を持った人ももしかしたらいるかもしれないんですけども、皆さん、この B って十分大きい、立派な、盤石な土台になってますでしょうか？もしかしたら自分がもういいんじゃないって思ってる B の状態って、まだまだ小さいかもしれないですよね。
さあ、ではね、ここから先は B というものについて詳しくお伝えしていきたいと思います。B とは本来の自分を受け入れている状態です。B とは本来の自分を受け入れている状態です。ここで B の誤解が2つあるので、まず1つ目から伝えていきたいと思います。B っていうのは何も、もう成人君子のような状態になれということを言ってるのではなくって、自己需要できている状態のことを指します。自己需要できている状態のことを指します。何ができてるとか何ができないとか、そんなこと関係なしに自分ってありのままで素晴らしいなと思えてる状態です。役に立つから素晴らしいとかじゃなくて、役に立つと、立とうが立たなかろうが自分って素晴らしいなと思えてる状態のことを、自己需要ができている状態と指します。二つ目ですね。多くの人の B の誤解が、do、行動ができて、その成果物がついてきたから自信がつく。そのことにおいて素晴らしい自分だと思えるというような、誤解、紐付けを持っている人がすごく多いんじゃないかなと思います。何かができる自分だから素晴らしいと、それを自己需要できてると勘違いしてる人もね、すごく多いんじゃないかなと思います。何かができる自分だから素晴らしいと勘違いしてる状態ですね。でもこれは自己需要できてる状態ではないんですね。詳しく言うと、これは自己効力感というもので、自己肯定感の一部にはなるんですけども、何かができる条件付きの自信なんですね。条件付きの自信。なので、その条件ができなくなってしまうと、途端に自己肯定感が下がってしまいます。なので、私が伝えているここの B っていうのは、ありのままで自分で何かができるとか何かができないとか、そんな自分でも素晴らしいと思える状態のことを私は B と、指しています。自分を全部丸ごと受け入れてる状態のことですね。けど何かができるから素晴らしい自分っていうのは自分を丸ごと受け入れてる状態ではないですよね。なので、B というのは本来の自分を受け入れている状態で、強い土台を育むためには、何をしている、してない、関係なく、存在への信頼が大事ということです。存在への信頼が大事ということです。そして B は人によって違います。それはなぜか。B というのは魂の設計図由来です。例えばその魂の設計図由来でどのような望みの違いが出てくるかっていうと、計画通りにやりたいって思う魂の設計図由来、設計図の人もいれば、楽しいことからやりたいよっていう、魂の設計図由来の人もいます。意味がなくてもこれやりたいっていう魂の設計図由来の人もいるし、計画が大事と分かりつつも直前までやりたくないみたいな魂の設計図の人もいます。お金にしたいっていう魂の設計図の人もいれば、お金にならなくてもやりたいことはやりたいっていう魂の設計図の人もいます。家族が喜ぶことをやりたいっていう魂の設計図の人もいれば、仲間のためにやりたいっていう魂の設計図の人もいます。誰のためにならなくても自分がやりたいって言ってなんかやりたいんだっていう魂の設計図由来の人もいます。つまり、B というのは魂の設計図由来であり、この魂の設計図によって願うこと、望むことっていうのはね、すごく差があるんです。さて、魂の設計図はセミナーでは残念ながら一人一人までは見ることはできないんですね。なので、必要な人には個別相談で現在地を整理してお渡しすることをしています。さあ、多くの人の勘違いが、つまり B っていうのはあり方なんですけれども、社会の正解だったりとか、成功者の正解だったりとか、親の正解、つまり他人の設計図を実はたくさんの人が生きようとしてるんですね。多くの人の勘違い。他人の設計図を生きようとしてるんです。ですので、B を見直す、整える土台を強くするっていうのは、ダメな自分を直すことではないんですね。本来の自分に戻ることを B を整える、土台を強くする、B で生きるっていうことを、私の文脈では強くお伝えしております。では、ここで質問です。皆さんが思う B の状態、土台の状態が理想的な状態であれば、このような状態になっていきます。私はね、もちろん完璧ではないんですけども、ほぼほぼこの状態になっています。一人でいても満たされる。人間関係が安定している。健康。時間も自由に使えている。そして心が落ち着いて穏やかで、経済的にも一生心配しなくていいくらいのお金がある。これが B が理想的な状態ですね。さあ、あなたの B の状態は理想的な状態でしたか？自分ごとにしてね、答えてほしいなと思います。先ほどね、これが B の理想的な状態だとこういう状態になるよってことをお伝えしたんですけども、皆さんはすでに理想的な状態になってましたか？さあ、そうするとね、だんだん、事前にね、B ですか？ Do ですか？ Have ですか？どのステージですか？みたいな質問をしてきたんですけれども、自分がね、おおよそ立てた見立てっていうのが大きくずれていたっていうことに、ほとんどの人がね、気づくんじゃないかなと思います。も
うすでに、B の状態が盤石で、立派なね、土台になっていれば、経済的に一生、心配しなくていいぐらいの、資産額もあり、健康で人間関係も良好で、時間も全部自由。そんな状態になってるんじゃないかなと思います。もしそうでなければ、もしかしたら皆さんの B の状態っていうのは、まだまだ発展途上なのかもしれないですね。さあ、ともなるとね、ハブ依存してるんじゃないですか。成果物、大量行動してハブを得る。でも、なんとか得られるけど、それグラグラ。なんかいつも心もとない、安心感のない状態なんじゃないでしょうか。十分な大きさの土台になってそうですか？さあ、ではね、重要なキーワード2つ今日はお渡ししていくんですけれども、2つ目です。現実が動く人の特徴で、一貫性っていうことをお伝えしてまいります。ここまでは順番が大事だよっていうことを伝えてきたんですけども、ここから先は一貫性ということについてお伝えしていきたいと思います。もっと土台を大きくしたいです。いいですね。現在地に気づくことから始まりますよね。さあ、ここから後半に行きたいと思います。現実が動く人の特徴、一貫性です。さあ、皆さんね、仏教における真空って聞いたことありますか？仏教における真空って聞いたことありますか？仏教における、真空っていう、考え方、概念があるんですけれども、これがね、私の、お伝えしている、Be Do Have の法則と、とてもよく似ている表現なので、また違う角度からね、皆さんに説明するために、今回は仏教の真空という概念をお伝えしていきたいと思います。真空っていうのは、思っていることと発言と行動が一致すると現実は動くよっていう仏教の教えなんですね。いっていうのは、思ってること。空っていうのは口。で、心っていうのは動くっていうことですね。これが、隣に並べてあるんですけれども、図にすると、いの部分が B。で、心空が Do ですね。行動と発言が Do で、いが思っていることですね。そうすると、成果物が得られるよ、ハブが得られるよっていうことを、仏教でも同じように話してるんです。そして、この仏教で、言ってることっていうのがすごくよくわかりやすくって、これが一貫性があると現実が動くよ、現実化が早くなるよっていう仏教の教えがあるんですね。すごくわかりやすく伝えていくと、そのような教えが仏教でもあるんですね。なので、現実を変えたい、現実をより良くしたい、もっとね、軽く生きたい、そのように思う人は、仏教っていうところから今日はお伝えしていきたいと思います。仏教の真空です。私もすごく好きな考え方です。さあ、仏教での真空というところで説明していくと、例えばね、企業やビジネスの文脈で伝えていきたいと思います。思っていることで、私になんてできるはずがないって。でも、口では稼ぎたいっていう。でも、真、行動っていうのは、SNS 発信できない。なんかね、企業やビジネスをされてる方だったら、なんかこう、こんなことってあったんじゃないでしょうか。口ではね、稼ぎたいと思う。やっぱりもう大量行動しなきゃって思う。けど、頭の中ではずっと、私になんてできるわけないみたいなセルフトークが、すごく出てきちゃう感じ。これね、企業やビジネスで、すごく多いことだなと思うんですけれども、どれだけ大量行動をしても、この状態だと成果って出ないの、皆さんわかりますよね。一貫性がないの分かります？真空に一貫性がないの分かります？これを見ると、いいわ、私になんてできるはずがない。でも、稼ぎたい。SNS 発信なんかできないってなると、なんかどれだけ大量行動できたとしても、持続可能じゃないし、成果ってこれなかなか難しいなって客観的に思いませんか？ガタガタですよね。積み上がってるものがガタガタなんですよ。これって成果が出ないか、持続可能な状態じゃない。つまり、一貫性がない状態、真空に一貫性がない状態、積み上がるものに一貫性がない状態って、客観的にわかりますかね？ガタガタ伝わりますよね。では、仕事やお金の文脈で話していきたいと思います。頭の中では、休みたいなーって。これお母さんとかよくあるんじゃないですか？休みたいなーって思う。でも口では、でもね、お金必要だしなーって。で、体は、しんどいけど、今日も眠いけど、頭痛いけど、生理痛もひどいけど、仕事に行こう。このなりの果てがどうなっていくかっていうと、休みたいは叶わず病気になったりとかするんですよ。病気が叶って休むが叶ったりとかするっていう言い方もできるんですけども、この状態で、じゃあ口ではお金が欲しいって言ってるわけじゃないですか。でも、このお金が欲しいって、叶いそうもないですよね。これめちゃくちゃありますよね。本当の本当は休みたい。でもお金が欲しいから仕事行かなきゃいけない。ああ、子供の進学のシーズンだから、ああ、また大きい引き落としがあるんだ、仕事行かなきゃ。みたいな。これね、すごくありますよね。
さあ、最後もう一つ例ですね。お金や家族の例ですね。例えば頭の中では家で子供とゆっくり時間を楽しみたいなって思ったりとかします。でも口では、いや、稼ぎたいの。今月50万円必要だから稼ぎたいの。ハワイ旅行行くから稼ぎたいのって口では言ったとします。だから体では SNS 企業でバリッバリ帯同行動しなきゃと思うけど、思うように動けない。そうするとどうなるかっていうと、家で子供の成長の時間を楽しみたいは叶わないし、行動も大してできないんですよ、この状態って。行動も大してできないから、結局自分責めする。そんなループってね、きっとね、結構簡単に想像できませんか？やったことある人多いんじゃないかなと思います。これ、真杭の一貫性っていうところで言うと、全然この一貫性がない、軸がないっていう感じ、皆さんでもお分かりですか？この真杭っていう側面から言っても。軸がない、一貫性がない感じって皆さん分かります？そう。なので、結局どれも叶わないんですよ。これが真杭、仏教での真杭っていう側面からで言う、一貫性がないっていう考え方なんですね。つまり、魂の設計図に合わせた B と一貫性があることによって、成果って実はすごく簡単に出るものなんです。現実がスルスル動くんです。重要なのでもう一度お伝えしません。まず土台が盤石であり、しっかりしていて、なおかつ、思ってること、言ってること、行動が一致感があると成果が出るっていうのは、これっていうのは仏教からでもすごい昔から教えてることなんです。違う角度からお伝えしたら分かりやすいんじゃないかなと思って今日は仏教の真空っていうことをお伝えしてきました。なので、B っていうのは魂の設計づらいなんですね。さっきお伝えしたように、計画通りにやりたいって人もいれば、楽しいことからやりたいって人もいるし、意味がなくてもやりたいっていう人もいるし、意味がないことはやりたくないって人もいるし、お金したいって人もいるし、お金になんなくても私のやりたいことをやりたいっていう人もいるんですけれども、それっていうのは魂の設計図由来なので、千差万別なんですね。ただ重要なのは、魂の設計図由来の望み B に合わせた一貫した Do を取ると、スルスルとハブっていうのは自動的に得られる方が、得られてくるものなんですね。取りに行くものとかじゃなくて、自動的に得られてくるものなんです。だから、下から積み上げて一貫性を持つということが大事だっていうこと、順番があって一貫性が大事だってことを伝わりましたでしょうか？なので、何でもかんでも行動しろっていうことではなくって、魂の設計図に合わせた自分の望み由来の行動をするっていうことが重要っていうことですね。これがすごく大事だということです。で、多くの人がね、成功とかね、まあお金のために頑張るってね、すごくあるんじゃないかなと思います。多くの人が成功やお金のために頑張るってことをしてくるんじゃないかなと思います。でも、本当は、私はね、満たされている人が長く成功し続けると思ってるんです。でも本当は、満たされている人が長く成功し続けると思ってるんです。では、どうやって B を整えるのかっていうことがね、ここまで聞いてみると皆さんの頭の中で、クエスチョンが出てくるんじゃないかなと思います。B が大事なのは分かった。魂の設計図由来に合わせた、B を持って、そのことに合わせ、一貫性のある Do をしていくことが大事だっていうことは分かった。じゃあさ、スパークさん、ではどうやって B を整えるのっていう疑問がね、きっとね、皆さんの頭の中にクエスチョンとして浮かんだんじゃないかなと思いますので、ここから先はそれについてお答えしていきたいと思います。7日間のメール講座プレゼント。詳細は概要欄から。